これさ、半袖の下にもうこれなんだけど寒いかな。それでダウンなんだけど、逆に暑すぎるってことあるかな。今朝の8時です。今日はこれから彼と朝活してきます。まず朝ごはんを食べて、それから買い物をしたいので新宿に行きます。今日は自転車で行くので防寒対策しっかりやってきます。20代前半ぐらいに H&M で買ったマフラーと、今年ユニクロで買った手袋とヘルメットして、でヘルメット脱いだらこっちのキャップかぶろうと思います。手際は良くないの。なんだろうね。なんと潔いんでしょうね。美味しい。モカルだけでこんな美味しいの。ね。どうしようか。美味しい。緑のズッキーニのサルサがおすすめです。今日は一日撮影して回るんですか？いつももっと並んでないですか？はい、並んでます。そうですよね。なんかやっぱ寒くなったじゃないですか、ものすごく。ここ何回か通って、そうですか。いつも並んでるんで、ですよね。気合い入れていったいや、ありがとうございます。本当にこんなに。気合い入る。本当そうなんですよ。チェックさせてもらっていいですか？どうも途中で。下に可愛いヘラはね、ゼリー。ピンク。
ピンク。天使の可能性ある？そう天使っぽいお、一発。あれは？いる。あれ？カニ缶バーモって書いてある。それぞれ。そういうこと？カニ缶バージョン。カニ缶って言うんだね。ボールチェーンバージョンもあったのか。まあでも家にあるからいいか。11月にリニューアル。4階です。了解。あ、すいません、降ります。上に参ります。このマヨネーズがね、普通のマヨネーズじゃないの。ちょっとニンニクっぽい感じなの。あれから5時半ごろ家に着いてお風呂に入って晩ご飯に鍋を食べて今です。今日買ってきたものをご紹介します。まずはガチャの戦利品ジェリー。無印良品で買ってきたのがこちらのダウンルームブーツっていうものを買いました。これはネットで見て気になってて、で新宿の店舗に在庫があるって見たので行ったんですけど、こんな形なんですけどルームブーツです。ここがファスナーで開いて足を入れられるんですけど、後ろがなんかスウェードっぽい生地になってて、中の底がモフモフの素材になってるのですごいあったかくて、でここリサイクルダウンを使用してて結構ふかふかしてるんですけど、足首まであったかいっていうアイテムです。で私家で過ごすことが多いので、最近ちょっと冷え込んできて仕事してる時に足先だけがめっちゃ冷えてしんどかったので、このルームシューズを買いました。毎年無印でルームシューズを買ってるんですけど、いつもはただのスリッパタイプにしてるんですが、今年から多分このダウンの形が出たので、これを試しに買ってみようと思って今年はこれにチャレンジしようと思います。続いてロフトで買ってきたのが、箱開けちゃったんですけど、髪の毛用のナイトキャップです。髪が伸びてきて、やっぱり冬って静電気がすごくて、寝てる間とかなんか最近すごい跳ねるなと思ったので、こういうナイトキャップを買って夜寝る時に
頭につけて寝てみようと思って買いました。ダイソーで買ったのがこのユアグラムのアイブロウペンシルなんですけど、いつも使ってるお気に入りのやつが見つからなくてなくなっちゃったのかな。これを買いました。最後ブックファーストで買ったのがこちら、工藤レインさんの新刊もうしばらくは早歩きっていうやつです。せっかくならサイン本欲しいなと思ったのでちょっと買うの我慢してて、今日サイン本を見つけることができたので購入してきました。工藤レインさんの新しいエッセイ読むの楽しみです。以上が今日の購入品です。今日はこれから彼とストレンジャーシングスのシーズン5を見たいと思います。今朝の9時なんですけど、今日はこれから毎年恒例の東京アートブックフェアに行ってきます。毎年一緒に行く友人がいるので、今日もその友人と待ち合わせしてるんですけど、会場の東京都現代美術館が清澄白河駅の近くにあって、会場時間が12時からなんですが、ちょっと早めに行って友人とお茶してから会場に向かいたいと思います。で、東京アートブックフェアってだいたい冬の木曜から日曜って開催してるんですけど、今年は2週にわたって開催されるんですよ。で、今日は1週目の木曜日なんですけど、来週も行こうかなと思ってます。今週は今週で好きなアーティストさんが出展しているので楽しみにして行ってきます。しまったいい匂いだ。なんか聞こえるね。東京アートブックフェアで買ってきたものを紹介します。毎年東京アートブックフェアでトートバッグをたくさん買ってしまうのですが、今年は先に言うと3つ買いました。トートバッグから紹介します。まず最初がこちら、アムステルダムの出版社、このビルディングフィクションズっていうのかな、ブックショップか出版社かな、バタフライって言ってた。一見ギャル味でしょ。これね、ラストワンって言われちゃって、そういうのに弱いから買っちゃった。ちょっと大きめなのがいいんですよ。続いてこちら、リレイテッドデパートメント、読み方合ってるか分かんないですけど、そこのトートバッグで、これはね多分ショップはないって言ってたと思うんだよね。お店の人が上海出身で今ニューヨークに住んでる人で、ニューヨークのデザイン事務所って言ってたかな。でその人が書いたって言ってて、でこれが去年東京アートブックフェアで買ったこのトートバッグの出店者同じ方だったんですよ。でこれもあったんですけど、やっとどこのか判明できたと思って、
I have って言って I bought it last year って言ったの。そしたらなんかこれがファーストデザインだよみたいなこと言ってたと思うんだよね。これよくどこのか聞かれるんだよって言ったらめっちゃ喜んでくれてたとは思う。っていうので同じ質感の信頼がありますからこのトートバッグは。チャコールグレーにピンクみたいな。で3つ目のトートバッグがこちらフルーツホテル台北、台湾人の方のが出店されてたところで買いました。でも日本語めっちゃペラペラで上手だった。で最初にこのトートバッグを買ったんですが、東京アートブックフェアで今回初めて買ったお客さんにこのビニールの袋をあげてくださいねって言われてんのかな。初めてのお客さんにはこれを渡してねって言われてて、あなたが初めて買ってくれた人だからあげるねって言われて、でこれもらえたの。普通に可愛いよねこれ。以上が今年のトートバッグで、続いてフォトブック。めっちゃいい写真が、結構写真好みのやつ。こういうさ写真集って全部見てて全部当たりというか全部好みって思うものってなかなかなくて、でもこの本は全部好きな写真が載ってて、これはアメリカの出版社が出してたからデッドビートクラブ USA って書いてある。ここで購入しました。であと小物系です。本の形をした陶器のキーホルダーなんですけど、セラミックっていうのかな、絵が描いてあるんですよ。で背表紙もちゃんとね彫ってあるというか書いてあって、いろんな色があったんですが可愛い。でこのキーホルダーのねこの金具のタイプ好きなんですね。インスタアカウントはファンシートイって書いてあるんだよな。こちらのこれがブックマークしおりで可愛いプラスチックのお家、あとその方が書いた4種類入ったポストカードを購入しました。すごいね、なんて言うんだろう、好きな感じ。あとこのなんかやっぱね今年はキーホルダーが多かったね。流行ってるからだと思うんだけど、キーホルダー作ってる方が多くて、足の裏にめっちゃ細かいイラストが描いてあるのと、なんかこのよくわかんないキャラクターが可愛くて買った。そこのお店でこういう名刺一括りにしたやつをもらったんですよ。みんなでやってるそれぞれの名刺まとめてるからみたいなことを言ってた。可愛かった。でこちらのポストカードは1枚だけ買ったんですけど、ポーランドの出版社かな、ポーランドって言ってた。なんかねこの壺が可愛くってね忘れてた。このトートバッグを買ったところでこちらのお皿も買いました。なんか可愛いんですよ。ここねなんかいろんなアーティストの作品揃えてるって言ってたんだよな。ちょっと説明してもらったんだけど英語がね聞き取れなくてね、なんかこの裏を指さして何かを伝えてくれてたんだけど、可愛い可愛い可愛かったなお姉さん。そんなところですかね。来場者特典としてもらえるのが今年はカレンダーだったね。可愛い小林恵梨香さん。結構すごいねカレンダーくれるの。こういうカレンダーをもらいます。今日、12時から入場して5時まで5時間ぐる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 ずっとして楽しみました。今お昼を食べ終わって1時ぐらいです。今日はこれから彼と幡ヶ谷の方にあるコミューンというギャラリーでやっているセイムペーパーっていう上海のデザイン会社かなのポップアップがあるので、そこに行ってちょっと気になるパーカーとロンティがあるのでそれを見に行ってきます。でその後に三宿にあるプエブコに行って
これまた気になるグッズがあるのでそれを見てきます。今日も寒いんですが自転車移動の方が楽なので頑張って自転車で行きます。行ってきます。うちのワンティも可愛くて欲しかったんだよ。これさっき言ってたやつでしょ。うん。おお。あ、それくっついてる。ね、結んでくれてたわ。気をつけないと指挟みちょっと上げてそう。おお。おお。ずつ全体を押していくんだって。おお。東さん。ああ、島さんか。すごい見に来てる。ね。